揃いの糸で指出しミトンを編んでみました。使用するのは前回のベレー帽を編んだ糸と同じ糸です。浜中さんのアルパカモヘアフィーヌという糸になります。モヘアが 35%、アクリルが 35%、アルパカ 20%、ウール 10%、25g で 110m の糸になります。ボタンを2つ用意します。大きさは 15mm から 20mm ぐらい。お好みのものを2個用意してください。かぎ針は7号を使います。今回2本取りで編んでいきます。2つの糸玉からそれぞれ1本ずつ糸を引き出して2本取りにするやり方と、1つの糸玉から中から糸を引き出して、それから外側の糸、これをこんな風に合わせて2本取りにすることもできます。でこの場合はちょっと糸が絡まりやすかったりすることもあるので、やや注意が必要ですけれど、このようにして2本取ることもできます。手首のゴム編みの部分から編んでいきます。作り目をして鎖編み斜めです。約5センチですね。では1段目です。鎖1目で立ち上がって針が入っている目の位置に2つ目です。2つ目の鎖の向こう側1本、ここをすくって細編みをします。鎖編みの向こう側1本、ここをすくって細編みです。同じようにして端まで編んでいきます。1段目細編み斜め編めました。では2段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。最初の細編みの頭の鎖の向こう側1本をすくって細編みをします。次の目も頭の鎖の向こう側1本をすくって細編みです。同じようにして端まで編んでいきます。2段目細編み斜め編めました。3段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。最初の細編みの頭の鎖のちょっと見えにくいですね。頭の鎖の向こう側1本、ここをすくって細編みをします。次の目も頭の鎖の向こう側1本をすくって細編みです。端まで編んでいきます。3段目細編み斜め編めました。ではこの後25段目まで同じやり方で編み進めます。今25段まで編んだところです。26段目でこちらの端と一緒に編んで、筒状にしていきたいと思います。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。でこちら側の端、このように合わせます。そうしたらこれ最初の作り目の鎖ですね。ここに針を入れて、そしてこちら側も最初の細編みの頭の鎖の向こう1本に針を入れて、ここで細編みですね。最初の作り目の鎖のところです。針を入れて、こちらの細編みの頭の鎖向こう1本にも針を入れて細編みをします。作り目の鎖のところに針を入れて、細編みの頭の鎖の向こう1本に針を入れて細編みです。ではこれを端まで編んでいきます。端まで編みました。そうするとこんな感じの筒状になりますね。これが手首のところのゴム編みになります。伸縮性がありますので手が通ると思います。もしサイズを変更する場合は偶数段になるように
24段とか28段とかで調整していただければいいかなと思います。ではここからぐるっと1段に対して1目で細編みで拾っていきます。まず鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。次はこの谷になっているところですね。ここが山、ここが谷になっています。谷のところに細編みです。次はこの山のところに細編みです。谷のところに細編みです。これで1周で細編み26目になるように拾っていきます。26目編んできたら最初の細編みに引き抜きます。1段目が編めました。この後細編みで10段、全部で11段目まで編みますが、同じ方向で編み進めると編み目が遮光してしまいます。出来上がりがあまり綺麗ではないので往復で編むことにします。で向きを変えて編むときに最初の目が分かりにくいと思うので、一番最後の細編み、これになりますね。ここは引き抜いたところですから、ここが一番最後の細編みになります。ここにマーカーを入れておきますね。では2段目を鎖1目で立ち上がって向きを変えます。最初の細編みはこのマーカーの入っているところですね。ここに編み入れます。最初の目にマーカーをまた入れておきます。ではこの後細編みを25目編んで、全部で26目ですね、編んでいきます。25目まで編んで、26目目はこの位置になりますね。そして最初の細編み、マーカーの入っているところに引き抜きます。では一番最後の細編みにまたマーカーを入れておきますね。3段目を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。マーカーの目に1目目を編み入れます。マーカーを1目目に入れておきます。ではこの繰り返しで11段目まで編んでいきます。11段目まで編んだところです。次の12段目で親指の位置に穴を開けていこうと思います。でここの段数は、長くするか短くするかはお好みで調整してください。段数を変更する場合は奇数段で終わることをお勧めします。この作品は往復で編んでいますので、偶数段で終わると次の段の編む方向が動画の説明とは反対になります。まずはじゃあこの小指側に縫い目を持ってきて、左手の場合はこの位置に親指を開けますね。右手の場合はやはり小指側に縫い目を持ってきて、この位置に親指の穴を開けます。今度12段目はこちら向きに編んでいきますので、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、14番目の目にマーカーを入れました。そこから1、2、3、4、5、6番目の目にマーカーを入れてやります。この部分を鎖編みをして穴を開けていきますね。では12段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。細編みを13目編みます。マーカーの手前まで編んでいきます。細編みを13目編んで14番目です。マーカーのところに細編みをします。鎖編み5目編みます。鎖を5目編んだら、このマーカーの目に細編みをします。はい、残りは細編みで1段編み終えます。これで親指の出る穴が開きました。
では次の段を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。細編みで編み進めますね。ここまで細編みで編んだら、鎖のところはそれぞれ鎖1目に対して細編み1目で編んでいきます。はい、鎖のところ細編み5目で拾いました。では次からも細編みで1段編んでいきます。今13段目が編めたところです。ではこの後18段まで細編み往復で編んでいきます。右手の場合の親指の位置ですね。こちら側から編むことになりますが、1、2、3、4、5、6、7番目にマーカー。1、2、3、4、5、6番目にマーカーになります。18段まで編んだところです。ではこの後ここに3目のゴム編みをしていきます。では鎖編み3目です。立ち上がりの鎖1目ですね。この鎖ではなく2番目の鎖の向こう半目に細編み、同じく向こう半目に細編み、もう一つ向こう半目に細編みですね。そうしたらこちら向きではなくてこちら向きに編んでいきます。ここが目が入っているので次の目からですね、引き抜いてその次の目にも引き抜きます。鎖1目で立ち上がって向きを変えて細編みの頭の鎖の向こう半目、細編み、頭の鎖の向こう半目に細編み、頭の鎖の向こう半目に細編みです。鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。頭の鎖の向こう半目、頭の鎖の向こう半目、頭の鎖の向こう半目。ここは目が入っていますので次の目から引き抜いて、もう一つ隣の目にも引き抜いて鎖1目で立ち上がってという形でゴム編みをしていきます。最後のところです。25段分編んできて26段目でこちら側とつなぎますね。ここに引き抜き編みをして鎖1目ですね。でこれをこのようにつなぎ合わせてこちらの鎖で立ち上がったところですね。ここと細編みの頭の半目、ここに針を入れて細編みです。鎖編みのところと細編みの頭の半目、鎖編みのところと細編みの頭の半目です。こんな風になりますね。では一旦ここで糸始末をします。ここまでできましたので今度は親指のところを編んでいきます。ではこの部分1周14目で拾いますね。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1周14目で拾います。では糸をつけて鎖1で立ち上がって細編みです。14目編んだら最初の目に引き抜きます。鎖1で立ち上がって親指も向きを変えながら編んでいきますね。
必要な高さまで編んだら目を減らしていきます。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えますね。では2目一度押して目を減らします。2目一度押して目を減らします。目を減らしながら、14目から斜めになりますね。最後まで編んでいきます。2目一度を7回やりました。斜めに減りましたね。では最初の目に引き抜いて、糸を長めに引き出して、今度ここを縫ってギュッと絞っていきます。ではこの目のところに針を通していきます。ギュッと引き締めて、これで親指のところが編めました。ではこの後はミトンのカバー部分を編んでいきます。ではミトンのカバーの部分を作っていきます。親指の付け根から3段上がったところになります。このラインに編み付けていこうと思います。ここが立ち上がりになりますね。で、立ち上がりから手の甲側は細編みで13目編み付けていきます。そして手のひら側は鎖編みを13目編んでいきます。ではこの立ち上がりのすぐ隣の目ですね。ここに糸をつけて鎖1です。細編みをします。そうしたら鎖編み13目。鎖編み13目編んだら、手のひら側を13目飛ばして14番目の目に細編みをします。この後細編みを11目編みます。最初の細編みですね。最初の細編みに引き抜きます。これで鎖が13目、こちらの細編みが13目、全部で26目になります。右手を編むときは立ち上がりのところから先に手の甲側に細編みを編みます。その後手のひら側の鎖を編むことになります。次からはまた向きを変えて往復で細編みを編んでいきます。ここから12段編んだところです。この長さは、お使いになる方の指の長さによって若干変わってくるかと思いますので、もう少し増やしていただいてもいいかなと思います。で、私の場合はここから目を減らしていきます。まず鎖1目で立ち上がって向きを変えます。2目一度します。その後細編みを9目です。次に2目一度をします。はい、ここまでで13目が11目に減りました。こちら側ももう一度同じことをします。2目一度です。細編みを9目です。2目残っているところ、ここも2目一度します。最初に2目一度したところに引き抜きます。これで1周22目に減りました。ここまで編んだら
糸を長めに引き出して少し空いている部分を縫っていきます。では糸をこちら側に入れて、これを裏返しますね。ではここのループを作っていきます。まずこの糸で少し長めに糸を残して鎖編みを5目編みます。糸を引き出してこのミトンのカバーの上のところに通します。はい、ループができました。ループの長さはボタンの大きさに合わせて変えてくださいね。この辺りにボタンを縫い付けます。右手用と左手用それぞれ作ったら完成となります。